タミヤより J1N1SA 夜間戦闘機月光を作ります。前回は素組みまで完成しました。今回は塗装前の下処理をして基本塗装デカール張りと進めていきます。よっしゃ組み終わったし塗装していこかいと思ってもこれやっとかなきゃあれもしないとこれ忘れてるわとなんだかんだ作業が進まない工程を処理していきます。例えばこういう尾翼にはめるクリアパーツのマスキングとかね、こういうのマジ忘れます。キャノピーもマスキングしておきます。この機体は曲面が少なくて貼りやすかったです。こういう小さい曲面はマスキングゾルを使うのが手っ取り早いです。まあでも前回のビンディケーターみたいに専用のマスキングがついててくれれば一番ですけどね、あれはやりやすかった。この小さいパーツを緑に塗るじゃろ。でこのさらに小さいパーツを黒で塗り分けるじゃろ。乾いたらこの2つを合体させて、これなんだ。キャノピーに近づけしたら、はい、照準器、こんなところに近づけされてる機体初めて見ました。いい感じ。塗ってから気づいたというか、塗ってから思い出したんですが、前回塗ったこのエンジン部分、巨大な引けがあったのをすっかり忘れてました。そういえば、合わせ目消しもしてないし、何の処理もせず塗っていました。やり直しです。パテで埋めて、ヤスリがけして、色も塗り直しです。機体の方も、ヤスリがけをして、合わせ目消しをしときます。ヤスリがけで消えてしまったモールドを掘り起こします。何回溝掘りするんや。ふむ、オッケーかな。前回のコクピットや次回のウェザリングを含め、今回の月光で使用したすべての塗料です。こうして見ると、いろんな色を使ってますが、この動画で出てくる色は、一番上の真ん中にある暗緑色がほとんどです。さて、塗っていきましょう。いつものように、筆塗りで全て仕上げますので、何度も重ね塗りします。まずは1回目。この機体は、エンジンカウルがブラックなの以外、裏側も全て、この暗緑色一色で塗られています。月光の前期型は、裏面が明灰白色という白っぽいグレーと、よくある日本機と同様の配色をされていたそうですが、後期型のこの機体は、完全に夜間戦闘機として運用されていたので、より目立たないよう、裏側もこの暗緑色で塗られていたそうです。しばらくはひたすらこの色を塗って塗りまくります。間髪入れずに2回目。最近の塗料はすぐ乾きますので、一通り塗り終わる頃には最初に塗ったところが乾いています。この機体は大きいので、一周するのに時間がかかりますから、延々と塗り続けられます。とはいえ、筆塗りで一番怒ってほしくないのが、塗った部分の塗膜が壊れることなので、2回塗ったら2時間ぐらい放置して、ちゃんと乾燥させます。2回じゃ全然ムラだらけですね。どんどん行きましょう。3回目。モールドを何としても保護せねばなりませんので、1マスごとに塗るように心がけています。雑な性格なので、ちょいちょいモールドをまたいで、シャカシャカ塗ってしまってますが、1マスごとに塗るのが一番モールドを潰さず塗れると思います。この後ウェザリングするときに、綺麗に墨が入るぐらい残せたら上出来です。4回目、この色、以前72分の1のゼ線を組んだ時に使った時は、3回ぐらいで塗装が完了して、めちゃくちゃ塗りやすいなってなった記憶があるんですが、今回はなかなかムラが消えませんね。多分でかいからですかね。塗る面積が広いと、ムラが目立つせいかもしれません。でかいことは良いことですが、塗る回数が増えるというデメリットもあるんですね。今にして思えば、スツーカを組んでる時も、濃い色なのになかなかムラが消えないなって思いながら5回ぐらい塗ってた気がします。まあまあ発色したでしょうか。
カメラで見ると、もう OK でもいいんじゃないって感じですが、肉眼で見ると、まだ微妙にムラムラしています。あんまり塗り重ねても、塗膜が厚くなるだけで意味がないので、最後にもう一周だけ塗って、OK としましょうか。5回目。ふんふん。いいんじゃないですかね。綺麗です。モールドが潰れている様子もないですし、これで OK とします。問題は、この作業がまだ半分しか済んでいないということです。下面が濡れただけなので、今度は上面です。同じ光景が続くのは動画的に良くないですが、模型ってこういうもんだから、文句言わずに塗っていきましょう。1回目。2回目。3回目。4回目。OK ですかね。気持ち厚めに塗ったら、4回で済みました。でかいからってのもありますが、裏面はちょっと薄く塗りすぎだったかもしれませんね。細かい塗り分けもしていきます。パイロットたちが乗り込むときに、土足で踏むこの部分は黒ですね。多くの機体で、この部分が黒くなってるんですが、ゴムでも貼ってるんですかね。プロペラの羽の先端と根元が黄色くなっています。この部分用のデカールもついているのですが、この部分をうまく貼れた試しがないので、塗装します。黄色はそのまま塗っても発色しませんので、下地にホワイトを入れてから塗ります。そして失敗。資料をよく見ると、プロペラの裏側には黄色いラインがないようです。塗装でどうにもならん失敗をしたら、どうにもならんので、素直に塗料落としで塗装を剥ぎ取って塗り直しましょう。どうにもならんので。めんどくせえ。よし、OK かな。塗装完了。じゃあ次はデカール貼っていきます。のり塗って、デカールのせて、一旦拭いて、ソフター塗って、水分拭いたら綺麗に密着するはずなんですが、なんか甘いですね。デカールが分厚いのかな。危険ですが、カッターで切れ目を入れます。もう一度ソフターを塗って、デカールを柔らかくして、モールドにデカールを無理やりねじ込みます。そんなこんなで、もりもり貼っていきます。なんかタミヤのキットとはデカールの相性が悪いですね。よし、OK ですね。今回は基本塗装とデカール貼りを済ませました。今回は特にミスが多いですね。そのうちやらかしてボツが出てしまいそうです。ひたすら同じ色を塗りまくる作業でしたので、カットの応酬でした。おかげで手持ちの暗緑色はほとんど使い切りました。ここまで来たら汚したくない人はこのまま墨入れとクリアだけ吹いて完成でもいいと思いますが、私は汚し塗装をやりたくて飛行機を作っていますので、もうちょっとだけ作業が続きます。次回はウェザリングと最後の仕上げをして完成させたいと思います。しかしなんですね、こうして見るとクリアを吹く前はすごくテカテカですね。完成したら毎回艶消しクリアを吹くので、もっとマットな仕上がりになるのですが、艶あり仕上げにしてもかっこいいかもしれません。実際こういう戦闘機は艶消しじゃなくてツルツルしてる機体が多いんですよね。筆塗りなのでどうしても筆の跡が残ってしまうのを艶消しクリアが隠してくれるので重宝していますが、一度テカテカ艶あり仕上げで作ってみてもいいかもしれません。では今回はここらでおいとまします。また来週。最後までご視聴
ありがとうございました。いいねやチャンネル登録をしていただけると、模型ばっか作ってても家族に言い訳できるので、とても助かります。ほな、またね。